皆さんお待たせ、ソーシャルゲームラボの大地です。今回は11月28日から12月1日まで実施された期待の新作都市型オープンワールド RPG ネバーネス to エバーネスの中国版テクニカルテストにグローバルクリエイターとして参加する機会をいただいたので、みんなが気になっている都市型オープンワールド RPG は実際のところどうだったのか、ゲームの概要から率直な感想を踏まえてプレイレビューします。ぜひ最後までご覧くださいませ。なお今回このお話をくださった関係者の方々、本当にありがとうございます。ということでチャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。ソーシャルゲームラボ。まず本タイトルの概要から。タイトル名ネバーネス to エバーネス、リリース日は未定、ジャンルは超現実アーバンオープンワールド RPG、 開発はホッタスタジオ、プラットフォームは iOS、Android、PC。 本作は幻冬でおなじみのホッタスタジオが手掛ける超現実アーバンオープンワールド RPG で、舞台はヘテロシティと呼ばれる超自然的な現象が頻発する都市で、プレイヤーはこの都市を探索しながら謎めいた事件や現象に挑むことになります。最新のアンリアルエンジン5を採用し、美しいグラフィックとリアルな環境表現が特徴的で、また NVIDIA の DLSS および RTX オン技術を活用し、リアルタイムの光と影の演出を強化しています。続いて本作のテーマは未知との遭遇と都市探索。プレイヤーは未知の存在や超常現象と対峙しながら都市の深い謎を解き明かす体験を楽しむことができます。次に本作の特徴と魅力について。都市全体を自由に探索できるシームレスなオープンワールド設計で、プレイヤーは都市を歩き回り、様々なキャラクターとの交流やイベントを通じて物語を進めます。戦闘ではキャラクターごとの特殊スキルを駆使してスピーディーでダイナミックなアクションを楽しむことができます。またグラフィック面ではアンリアルエンジン5による高品質な都市環境が魅力であり、細部までリアルに描写された都市の雰囲気でプレイする上での没入度が高くなります。幻冬が広大な自然を舞台にしたオープンワールドであったのに対し、本作では都市部を中心とした探索とストーリーテリングに重点を置いている点が大きな違いです。続いて開発者のコメントでは、プレイヤーが都市を自由に探索し未知の現象と向き合う中で新たな発見を得る体験を提供したい。またアンリアルエンジン5を活用して高品質なグラフィックを実現し、リアルな都市環境を作り上げることに注力しているとのことです。さらに起点テストを通じてプレイヤーからフィードバックを積極的に取り入れ、ゲーム体験を向上させる予定とされています。次にファンの期待と懸念について。ホッタスタジオの技術力を信頼し、アンリアルエンジン5によるグラフィックの進化や都市探索という新しいゲームプレイに高い期待を寄せています。一方で都市を舞台にした設定がゲームプレイの自由度や探索の面白さにどう影響するかについての懸念もあります。また超自然的なテーマが戦闘やクエストにどのように影響するかについて関心も高まっています。あと一部では幻冬との比較がされており不安視する声もありますが、成功体験やミスった部分は活かせる内容で、運営開発もしっかり認識し改善に取り組んでいると思うので、その辺は大丈夫なのかなと考えています。これらの概要をまとめると、ネバーネス to エバーネスは超自然的な都市を舞台にした新たなアクション RPG で、ホッタスタジオの技術力を駆使した高品質なグラフィックと独自のゲームプレイが特徴。同社の幻冬が広大な自然を探索するスタイルだったのに対し、本作は都市部での緊密な物語体験に焦点を当てており、異なる魅力を放っています。つい先日起点テストが終了し、リリースに向けたさらなる改善が期待されています。ソーシャルゲームラボ。続いてはお待ちかねのプレイレビュー。お伝えする内容はこちら。ババーン。発見したバグについて。没入感の高い豊富なストーリーとムービーシーン。自由度の高い移動や探索。深い育成要素。遊び応えのあるエンドコンテンツ。爽快なバトル。マイホーム購入やコーヒーショップ経営など。最後にまとめ。以上8項目となります。まず今回いろいろなバグに遭遇し、致命的なものがいくつかありましたが、テスト版なのでこれによってゲームがつまらないとか良い悪いを評価することは全くありません。あくまでもテクニカルテスト参加者としてただ遊ぶだけではなく、しっかりとね報告する義務を全うし修正してほしいところになります。
それじゃあバグ報告です。いろいろあった中でこれはまずいと思ったところ、一つは進行不能バグ、必ず僕の PC 環境で発生しました。特にこのコンテンツで進行できず遊ぶことができませんでした。再現性はあり、配信中に2度、それ以外で2度の計4回チャレンジして進行できないことを確認済みです。このコンテンツ TGS では普通に問題なく遊べた部分だったので、こちらの環境起因の可能性もあります。また同様にこのコンテンツでも進行不能になりましたが、謎解きをしながら進める内容だったため、しっかりと謎が解けなかったから進行できなかったのか、バグだったのか、問題の切り分けができませんでした。30分くらいいろいろとやったのですが進行できなかったので、一度ダンジョンから離脱し、再度プレイしたところスムーズに先に進めることができたので、再現性の低いバグのような気がします。さらにこちらのクエスト受注はできたんですが、現地に行くと見えない壁があり、クエスト発生のフラグを立てることができませんでした。これはバグかどうか不明ですが、なんかもやっとしました。続いては戦闘中突然キャラの奥義発動ができなくなる。発生条件がわからないのですが、奥義発動の条件を満たしているにもかかわらず奥義を出すことができなくて、バトル終了後も発動できず、一度パーティー編成を一旦解除して再編成することでスキルの発動が可能となりました。原因については不明です。あと突然スタミナ表示がなくなり、ロードを挟むことで再表示されたりされなかったりします。この辺が今回のテクニカルテストですごく気になった箇所となります。配信中に発生した内容だったので、視聴者のみんながいろいろと調べてくれたりコメントくれたり、ものすごく助かりました。ありがとうございます。ということで、開発の方々、もしこの動画見られていたらぜひ調べてください。ちなみに視聴者さんのコメントでは、僕の環境でワイドモニターでプレイしているから発生しているのではというコメントもいただいているので、そういった外部要因も踏まえて今後の検証に生かしてほしいです。ちなみに今回僕のプレイした環境です。何かの参考にしてください。そしてすでに本国では今回テストに参加した方々のフィードバックがまとめられており、その結果をもって開発チームから今後の計画が発表されたので、その一部をざっくりお伝えするとこんな感じ。まずキャラクター関連、キャラクターのモデリング、モーションを全面的にブラッシュアップ、 NPC や敵キャラの動作、バトルの手応えを向上、次にゲーム体験の向上、チュートリアルを強化して初心者に優しい設計にする、都市移動の改善、ビジュアルの改善、キャラクターモデルや都市マップのレンダリングを調整、アンリアルエンジン 5.5 へのアップグレードやレートレーシング機能の採用、次に新機能とコンテンツ、新エリアと新しいストーリー展開を導入、車両システムの改良、カスタマイズ機能や新車種の追加、マルチプレイヤー対応のレースコンテンツを追加予定、全体的な最適化、各端末向けの性能向上、操作感や UI の滑らかさを改善ということで一部紹介したんですが、今後の計画内容を見ていると結構なボリュームで、それらを回収していくっていうことなのでかなり期待できるし、もしかしたら次回のグローバルテストでは修正されたバージョンでプレイできるかもしれないという、今からワクワクが止まらないですね。長々と不具合報告関連になっちゃったんですが、続いてはゲーム本編の話で、没入感の高いムービーシーン、ストーリーを追うごとに発生するムービーシーンは豊富で、ことあるごとにムービーが挟まれ、ストーリーの没入感を高めています。またリップシンクや影の描写などもしっかりと再現されていて、アンリアルエンジン5を採用していることから高品質な映像を楽しむことができました。本当にムービーシーンが多く、棒立ち紙芝居はないですね。アニメ見ているような感覚で楽しめるので、オートで再生してお菓子食べながら見ることができます。そして今回中国語ということで、ストーリーの内容自体はわからない部分も多いのですが、映像を見ている限りライトコメディ要素で、売りである都市怪談がテーマになっているので、結構内容も楽しめるものになっているのではないでしょうか。でね、この都市怪談ってところが結構映像的にも独特の雰囲気を醸し出していて、ちょっと怖い部分もあります。というかちょっとどころではなかったですね。一部のエンドコンテンツは謎解きと探索を基調としたホラー要素のある内容のものがあって、それがかなり精神的にダメージを負いました。夜中だったっていうのと、不意をつかれる感じがマジで怖かったです。影がちょっと怖くて、日本を代表するホラー映画呪怨が頭に浮かんでしまって、映画見た方ならわかると思うんですが、黒い影がよぎっちゃいました。
配信見ていた方であれば僕が本気でビビっているのが分かったかと思います。もともとホラーゲームですよってことであれば警戒もできるんですけど、全くそんな気持ちでやってなかったので不意をつかれましたね。ということで没入感の高いストーリーやハイクオリティな映像、さらにホラー要素も加わってすごく楽しめる内容でした。ある意味日常のライトコメディと和製ホラー、さらに都市が融合した内容なので他のタイトルとは差別化できる要素なのかなと感じます。続いて自由度の高い移動や探索。本作は街中を縦横無尽に移動することができ、壁走りやヒュパを使った滑空など基本となる移動要素は備えつつ、キャラによって重力を無視した移動ができるのでうまく組み合わせることで見えるところならどこでも行けてしまう状況を作ることが可能です。また都市型のメリットを生かして公共機関の電車やバスに乗ることもできます。この電車に乗って座った時のカメラアングルが結構好きで、すごくほのぼのとした雰囲気の良い感じなんですよね。さらに移動手段としては車をレンタルあるいは購入することで移動をよりスムーズに運ぶことができます。各所にレンタル自動車が駐車されているので1日借りるイメージです。ディーラーに行くと車を購入できて、さらにカスタムショップに持っていくことでカスタムも可能。車での移動が結構楽しくて、ドリフトできたり線路の上を走ったり空飛んでみたりいろいろできます。必ず誰しもがやる定番の遊びができます。またシームレスに建物に入れるので結構ストレスフリーですね。これすごいなと思いました。気になるのは各キャラダッシュがもっさりしているかな、もうちょっと速く走れると良いかなといった印象。あとスタミナがあるのですが、これもはやなくても良いかなといった印象です。せっかくここまで自由度が高く移動ができるのでスタミナがあることで移動に関する爽快感が薄れちゃうと感じます。爽快なパルクールアクションができたら言うことないかなといった印象です。はい、移動要素についてはこんな感じで、街中を移動していると突然ミニマップが変化し異像と呼ばれるアノマリーと遭遇することがあり、アノマリーを討伐すると様々なアイテムの入手が可能。中にはキャラクターの装備品をドロップする敵もいるので無視できない部分ですね。よくあるオープンワールドだとフィールド上で何かの素材を収集する必要なんかもありますが、本作においてはそういった要素がほぼなく、カラスのアノマリーがフィールド上に点在しているので発見することでコインを収集でき、専用ショップに持っていくことでアイテムと交換することができます。なので収集するための探索というよりかはアノマリーを発見していくという探索要素が強い印象です。次がやり込み要素の一つ、育成について。育成はこんな感じでよくある仕様。ワールドランク要素、ユーザーランク要素、キャラのレベリング、限界突破、覚醒、スキル強化、装備レベリングや限界突破となっていて、覚醒は同キャラを6回重ねることで貫突します。装備については2種類あって、ディスクのようなものを装備させることやパズルのピースをはめ込む要素などあって、このパズルのピースは収集要素となっていて、専用クエストをクリアするかショップでの購入が可能となってます。どれもしっかりやろうとすると時間のかかる内容なのでじっくり遊べる部分ですね。次に遊び応えのあるエンドコンテンツということで、育成コンテンツはもちろん様々なミッションが用意されていて、それらを攻略していくといった感じ。ミッションはアノマリーの討伐や探索と謎解きなど様々なものが用意されています。続いて本作売りの要素、バトルについて。バトルは4名編成となっていて、編成時に隣り合う2つの属性が相互作用するように配置し、戦闘中に敵にダメージを与えるとそのキャラクターの看護値がたまり、最大になると異能看護が発生しバフ効果を得ることができます。次はバトルにおける画面構成ですが、敵にはヒットポイントゲージとブレイクゲージがあり、一定値まで貯めることでブレイク状態となり、一定時間敵の行動が鈍ります。操作キャラのアクションはジャンプ、通常攻撃、奥義、回避、スキルとなっていて、戦闘中ジャスト回避を行うことで短い間スローが発生、さらに回避回数が回復します。これらを駆使することでスタイリッシュかつ爽快なバトルが楽しめます。また戦闘中の演出が凝っているのでテンションも上がりますね。パリー要素がないので物足りないと思う方もいると思うんですが、キャラごと特殊なスキルを持っているのでパリーとは違った楽しみ方ができます。結構お手軽な操作となっているので、ちょっとアクション苦手って方でも十分遊べる内容ではないでしょうか。続いてマイホーム購入やコーヒーショップ経営。マイホームは街中にある不動産会社レオンホームズで購入可能。
さらに家具など購入し自分だけの部屋を作ることができます。また経営シミュレーション要素があり、コーヒーショップを購入し店舗経営が可能となってます。ソーシャルゲームラボ。いろいろと話してまいりましたが、まとめると全体通してよくできていて何と言っても面白い。荒削りな部分はあるもののかなり期待できる内容です。自由度の高い都市型探索やスタイリッシュな戦闘、生活シミュレーション要素を融合させ、さらに都市階段をテーマにしたユニークな世界観が新しいゲーム体験を提供できていると感じました。個人的にはライトコメディな感じが強いので、その感覚でホラー要素のあるコンテンツに突入すると怖さが倍増する感じがすごい良かったです。今回は短い期間で完全に遊び尽くすまでできなかったんですが、次回ベータテストがあれば今回できなかったところを重点的に遊んでみたいと思います。ということで今回の動画は以上となります。チャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。